マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。そしてかよこです。かよちゃんに来てもらいました。ありがとうございます。はい、かよちゃんは、ご存知の方もねいらっしゃるかなって思うんですけれども、もともと私たちは友達なんですよ。去年私がこのポッドキャストの YouTube チャンネルを開設して、でしばらくしてからかよちゃんにねちょっとこのチャンネルの、チームの一員となっていろいろと一緒にやってくれないかと、手伝ってくれないかっていう相談をしまして、でそこから今そのポッドキャストでも一緒にねチームとして頑張っているっていう感じでございます。はい。でいくつか前の、ポッドキャストでNetflixのおすすめ、日本のおすすめドラマと映画のご紹介をしたんですけれども、それもこのかよこのおすすめ作品を紹介しました。でもう本当に年間でもうすっごい数のドラマ映画を見ているほどの、もう日本のドラマ映画オタクなんですよね。そうなんです。そう。暇があればね。暇がなくても見てるじゃん。なんかもう義務みたいな。もうやらねばならない。ミッションみたいな。そうそうみたいですね。もうミッションのように、もうどれだけ疲れていてもどれだけ忙しくても日本の作品を見なければいけないっていうね感じみたいです。なので、本当に年間すごい数の作品を見ているので、もし皆さんねなんか日本のおすすめなんかドラマ見たいなとか映画見たいなって思ったら、おすすめなんですかっていつでもコメントください。そしたらかよちゃんがねいろいろと教えてくれますので、前回みたくそういうおすすめの日本作品のご紹介ポッドキャストはこれからも定期的に続けていきたいなと思っていますので、はい、これからもねちょくちょく話に出てきたり、あとはこういう風にポッドキャストにももしかしたらこれからもね出てくれるかもしれませんので、はい、これからもかよちゃんのこともどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。で、今日はなんでこう2人でねポッドキャストを撮ることになったかっていうと、普段私って一人でこのカメラに向かってお話をしてるじゃないですか。でいつもねだからこう敬語で話していますよね。でも今日はせっかくかよことね2人でいるから、こうリアルな日本人の日常会話、リアルな会話をちょっとお届けしたいなと思いまして、今日はタメ口ポッドキャストでやっていきたいなと思います。初めてだ私、タメ口ポッドキャスト。あ、そうだね。そうやったことなかったね。やったことない。なんかこうカメラに向かってタメ口で話すのってなんか多分難しいと思うの。だからこういう風にねせっかくだから隣に友達がいる時にこう本当に楽な、リラックスしながらね、話していった方が多分リアルかなと思うので、皆さんもねそういうちょっとタメ口とかを興味ある方もいると思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい。で今日の、テーマは何について話そうかっていうのでねちょっとかよことも話し合ったんですけれども、今日は理想の生活について話していきたいなと思います。私たちが今後どういう生活をしていきたいかとか、夢はどういうのがあるかとかね、そういうのを話していきます。ということで今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では、始めていきたいと思います。はい。そして、このマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい。
じゃあ、理想の生活について話していきたいって思うんだけど、その前に一個いい？何？なんかさ、うん私普段接客業をしてて、はいはいはい。なんか気持ちばかりで今日さ、サングラスかけてるじゃん。一応見バレしないようにみたいな。そうね。あ、見バレって見バレ、身がバレる。身元がバレる。身元がバレる。そうそう身がバレるって。そうそうそう。なんかちょっとね、プライバシーというか、のために、まあこのね、サングラスを一応かけてもらったんですけれども、今オープニング5分ぐらい撮ったじゃん。もうすっごい撮りたいのよ。この辺かゆくて。慣れてないからね、普そう段メガネしないからね。普段1.5、1.5なわけ。私も1.5 1.5。裸眼族そう、だ。裸眼族。コンタクトもしないし、うんうんうんメガネもしないじゃん。そうだよね。ここがさ、そう、ぬそう、わかる。ーって。わかる。なんか慣れないとね、痛くなってくるよね。そうなんだよね。わかるわかる。そうだから、なんか、もう外したくてしょうがない。っていうことで、まあなんか多分もしかしたら本当にかよちゃんの限界が来たら多分急に突然、ね、通るかもしれないけど、まあその時は、あ、疲れたんだなって思って、まあ優しく見守っていてください。見バレよりも、そうそう、もう、何今の不快感。っていう感じでね。うん。じゃあまあ、本当に楽にね、やっていきましょう。はい。はい。で、まあ、今日のその理想の生活についてなんだけど、なんか私すごい、なんか気になることがあって、私って結構ね、朝弱いの。夜型なイメージ。そう、私ほんと夜型で、なんか勉強とか仕事とかも結構夜にめっちゃ集中できるタイプなの。もう朝はもう眠たくて眠たくてみたいな感じなんだけど、かよこはど私もめっちゃ夜型。ほんと夜型なイメージない？う？なんか昔はあった。20代の時は。夜型とかじゃないからね、もう寝てないから。寝ないでいかに生活できるかって。寝るのがもったいない。そういう寝るのがもったいない。そう。なんかその時は結構夜型なイメージがあったけど、やっぱりこう今、こうね、社会生活するようになってからは、なんか結構私は、早く寝るなっていうイメージがあるんだけど、違う？でも今の職業柄、早番とかになっちゃうと、もうなんかさ、5時半とかに起きてるじゃん。そう、本当に早いんですよ。早番だと、朝の時間帯は。で、そうなると、なんか昔は、いや、気合で起きられるっしょ、みたいな謎の自信があったけど、今は1分1秒でも早く寝て、明日に備えなきゃ。明日に備えなきゃ、みたいな、なんかもう不安要素を自分で減らしていく、みたいなるな、ほど。それで早めに寝るっていう。これが大人。でもその考えは本当に正しいと思う。やっぱりこう明日に備えて明日のこうスケジュールをこなすために、体調管理の一つとしてやっぱり明日に合わせて早く寝るっていうことってとっても大切じゃん。だから本当は私は朝型生活っていうの、朝型の人間になりたいの。なりたいんだ。なりたいの。すごくなりたいの。もう夜、例えば11時とかにちょっと眠いなってなってきて、で、もう12時にはもうベッドに入るみたいな。そういう、もう本当に遅くても12時には、もう。日をまたぐ前にね。には寝たいっていう、まあそういったちょっと、なんか夢というか理想があるの、私自身。そう私の中でね。丁寧な生活。そうなんですよ。本当に丁寧な生活がしたいのね。ハッシュタグ丁寧な生活。そうで、なんかもう12時とかに寝て、まあ7時間ぐらい寝て、で7時とかには起きて、もう朝コーヒー飲んだりとか、フルーツ食べたりとか、ね、ヨーグルト食べたりとか。ギリシャヨーグルトな。なんかおしゃれな人たちが食べてるよね。たまにスムージーでしょ。そうスムージー作ったり。でもスムージーはね、
たまに作りますよ。丁寧な生活してる。ほうれん草とか切っちゃったりね。で、バナナとね、ブルーベリーとか入シャーってれて。やってんの。そう、シャーってやって。ね、なんか、でもスムージー朝飲むだけでも、すごい、なんか、お腹にたまる。朝ごはんそれ以外食べなくても全然平気っていうくらい、結構栄養があると思う。そうなんだ。うん朝スムージーしたことないからな。あ、本当結構ね、いいよ。で、まあ、そういうスムージー飲んだりとか、あと朝、こう、日を浴びたいの。なんかこう、だから30分とか40分ぐらい散歩に行ったりとか、そういう生活を私は結構憧れて何年も経つ。なんだっけ朝日をさ、浴びるとさ、うん。セロトニンだっけああ、なんかそう、なんかが分泌され幸て、福物質が出るみたいそう。絶対いいと思う、体な。に。それか足りてないの。そう。私たち圧倒的に足りてセロトニン不足。そう。でも私は、なんか、朝には散歩は行かないけど、こう、お昼ご飯食べた後とかに散歩行ったりとか、そう、旦那さんがね、うん。私も好きだし、旦那さんも散歩が好きだから、よくさ、なんか電話とかするとさ、うん。あ、今散歩中とか言うよね。あ、そうそうそう、言うよね本当に、本当に好きなの。よう歩いてんなと思った。だから私たちは昼散歩と夜散歩結構よくしていて、夜散歩よくない？夜散歩いいよ。なんか今朝方の生活からその話かいってなるけど、うん。夜散歩結構うん。いいよね。そう、夜は夜でまたいい。そう、なんかちょっと風も涼しいし、歩きやすいんだよね。うん。だからまあ結構夜、まあ40分とか40分から1時間くらい散歩したりとかする時があって、でもなんかそれを朝メインに変えたいな、みたいなのはあるかな。まあなんか朝それやったら一日こうすっきり過ごせそうん。うな気がする。そう。そうなんですよ。だからまあ、そう、私はまず朝方うのん。生活をしたいっていうのはあるかな。確かに、うん。私もここ数ヶ月じゃん。5時半とかに起きるようになったの。うんうん。最初はめちゃくちゃしんどかった。うん苦しかった。だよねだよねあ、眠い。あ、もうちょっと寝たい。っていうのをもう毎日。うんでも、ほんとここ最近、スンって、あ、もう慣れたんだ、慣れたの体が。スンって起きれるようになって、うんあーっていうのがマジでなくなった。おー、すごくいいことじゃん。で、なんかちょっと前もって起きても、なんだろう、多分せかせかしてないから、すごいその1時間でもちゃんとやりたいことこなせる。あ、今日なんか晴れそうだから、うん行く前に洗濯機回して干してから行こうっていうのが余裕を持って朝行動ができるようになって、なんか習慣だよね、やっぱり。やっぱりね。本当にそう。続けると。本当にそうなんだよね。ん習慣ってやっぱ大事だよね。本当にその生活にしたかったら、その生活を、最初はめっちゃ辛いじゃん。慣れてないから。だけどそれを辛いけどずっとこう続けていくと、ある日ね、どんどんこう慣れてきて、ある日、あれみたいな。あ、もう当たり前のようにやってるな、みたいな。そう。なんかしかも、3ヶ月頑張ったらなれるとかなくて、ほんと急にある日、スン。あだからもう前兆も前の日とかも全然辛かったのに、次の日急に、なんかめっちゃくちゃすっきりしてる。みたいな起き方が急にできるようになったの。そうなんだ。そこからずーっとすっきりが続いてるから、へえ。だから継続は力なり。本当にそれ。本当にそうだと思う。ね。だから私がじゃあしたい朝方の生活をもうすでにされてらっしゃるんですね。無自覚に無自覚に。してたみたい。仕事のおかげだね。あ、めちゃくちゃ仕事のおかげ。それがなきゃ5時半なんか、まあ起きない。いや、起きないでしょ。5時半は早すぎる。まだ朝日出てない。なんならちょっと深夜。自分の感覚的には。そうだよね。5時半じゃ真っ暗だもんね。そう、今の仕事を始めるときに、うん。まあ早番これくらいの時間ですよ。入れますかみたいな。受かり。りたいじゃん。うん。あ、もう全然朝大丈夫です。みたいな。
起きれます、もう内心。早いな。心の中では、あって。5時半に起きなきゃな、その時間に出勤だと、みたいな。まあ起きるか、みたいなぐらいな感じだったけど、全然慣れましたね。わあ、素晴らしい。すごい。なんかやっぱそういう、じゃあ私も、まあ本当に朝方にはなりたいから、こうちょっとずつちょっとずつ、ちょっとずつじゃダメなのか。毎日繰り返さないとダメか。じゃあ頑張ってやっていきたいと思います。なんか、私まあ朝方生活したいって言ったじゃん。あと理想の私の生活、どんなのが理想かなって考えた時にね、私は都会よりも田舎に住みたいの。それ昔から言ってるよね。なんでかわかんないけど、都会は都会の良さがある、もちろん。便利だし、ね、賑やかだし、本当にいいところってたくさんあると思うんだけど、自分自身が住むってなると、なんか違うんだよね。なんか合わない部分が多分、そういう風に感じる、合わないなって感じる部分が多いのかもしれない。都会の生活にね。そう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 。だから東京にね、結構長いこと住んでたけど、その時もなんか楽しいよりも、なんか疲れるっていうか、ちょっとなんか自分にはあんまり合わないなって感じる時の方が多かったの。割とさ、今までさ、どっちかっていうと都心部に住んでるじゃん。そうね。今まで若い時から。そうね、そうね。田舎暮らしってそんなないよね。ない。私、ないよね。住んだことない。だから、そう、おばあちゃん家も、私、自分家からもう車で20分ぐらいの距離だったから、なんか、すごい地方に住んでる、おばあちゃんが地方に住んでるっていうお友達にすごく憧れがあったの。なんか新幹線乗ってとか、なんか飛行機に乗って行かなきゃいけないみたいな、そういうなんか田舎に住んでるおばあちゃんっていう、なんかそうおばあちゃん家みたいなのに結構憧れがあったんだよね。でもおばあちゃん家もだし自分家もまあ都心に近い感じだったから、そういう経験はあまりできなかった。逆かも。私そういう人だった。だよね。おばあちゃん家が飛行機で行かないと行けない場所だったから、夏休みはおばあちゃん家みたいな。私もそうだった。そう、もう決まってて、それもその親が休みの時に、お盆とかだよね、に行くので、今でも覚えてるのが、いつも飛行機だったんだけど、一回だけ寝台特急みたいな、泊まれるやつ。寝てる間に動いてる寝台列車。いいね。結構もう半日ぐらいかけて、わあ。夜中、もう当時子供からしたら夜中だよね。最高。今思うと多分11時とか12時に発で出発して、乗って次の日のお昼とかお昼過ぎとかに着くとか、そんくらいだったのかな。でそういうのってやっぱりこうおばあちゃん家が遠いから経験できた話じゃん。すごくいい経験。そうだからそれはなんか未だに覚えてるもんね。でしょ。そういうのがないから。面白いのが、それ乗る前に買ってもらったキオスクで買ってもらった漫画とかも覚えてるの。暇だろうから本1個選んでいいよって親に言われて、その電車の中で読んでいいよって。乗る直前にだよね。本屋さんとかじゃなくてもちょっとしかないキオスクの数冊、なんかコンビニみたいなね、ちっちゃい駅のコンビニみたいなところで、ほんとなんか最低限しか売ってないじゃん。そうなんか週刊誌、新聞、お水、ちょっとしたお菓子とか、その中にちょっとだけ子供が読めそうな3、4冊あって、漫画が選んでいいよって言われて、クレヨンしんちゃんの本をそれも覚えてんだ。覚えてる。すごい。ちょっと大きめの、覚えてこれがいいって言って買ってもらって電車の中で読んだのをすごい覚えてる。それが小学生？小学生、多分3、4年とか。3、4年生ぐらい。何年前よ。
平成平成。すごいそれの記憶が残ってるっていうのが、もうそれれだけ多分小さいながらにすごく印象が強かったってことじゃん。だからそういう経験って本当に私は宝物だと思うの。だから私は小さい時にそういう経験があんまりないから、そう田舎に行くっていう経験がないからこそ、なんか自分自身が将来住みたい場所はちょっと落ち着いた静かな、なんか田舎の方、都会よりも田舎の方に住みたいっていうのが強いのかもしれない。田舎だったら例えばここがいいとかあんの？私そう土あー地でも田舎って言ってもなんかもう絶対車がないともうなんかどこも行けないみたいな本当の田舎はちょっと多分突然行くときついと思うの。そうね。だからなんか本当になんか田んぼとかいっぱいあるんだけどコンビニとかも歩いて15分とかで行けるみたいな、そういうちょっと便利な田舎とか、住みやすいそうけどほどほどに自然もあるあみたいな。るみたいな、そう。で山とかも見えたりとか、あとはでも山も好きだけど海も私好きだからちょっと海と山のセットだと最高だなって思うんだけど、そう、海と山のセットね。うん、そうすると海側だよね、自然と。そうね。でもまあ山だけでもね十分綺麗だからなんか空気が美味しいところがいいかな。そうでもなるほどね。でもまあ今韓国に住んでるけどもしこう日本にまた住むって仮になったとしたら、東京はもういいかなって感じ。ああ、そうなんだ。東京はとりあえず出るかなっていう、まあどこかはわからないけど東京は多分住まない。ちょっと離れる。長野とかいいんだよ。あ、長野いいね。長野とか私すごい好きで。鶴屋あるしね。うちらが大好きなスーパーです、スーパー。その鶴屋っていうスーパーが長野県と群馬県にしかないんですよ。なので本当に貴重なの。東京ではないので、そうだからそういうね鶴屋があるところいいね、最高。私鶴屋大好きだから。そう、だから長野は結構いいかなって思った。確かに。住むのには自然いっぱいだし、本当に空気も綺麗だから。美味しいもんいっぱいあるしね。そう、食べ物もめっちゃ美味しい。水が綺麗なんだよね。だからなんか、長野ってわさびとかも結構有名なんだけど、水が綺麗だから、美味しいわさびができるんですよね。だから、おやき絶対食べてほしい。おやきね。長野のおやきっていう、なんて言ったらいいの、あの料理は。なんかこう。小麦粉に、なんかおまんじゅうみたいな感じだよね。それを包んであって、中にいろんな具材が、いろんな味あるよね。ある。かぼちゃ味とか。ある。あと、野沢菜。有名なのは、野沢菜っていうちょっと葉っぱが入った。で、それをちょっとプレスするんだよね。そう。ちょっと潰すの。くるんで、その小麦粉の生地にくるんだら、潰して両面焼くっていうおやきがね、美味しいよね。高菜が入ってるやつ好き。野沢菜じゃなくて高菜か。野沢菜もあるか。そっかそっか。高菜のおやきが美味しいの。高菜のおやきが鶴屋に売ってんの。多分私たちこの鶴屋のスーパーについて多分1時間ポッドキャストできる。できる余裕。それくらい私たち本当に大好きなんですよね。そういっぱい売ってるんだよ。オリジナル商品がね美味しいんだよね、鶴屋の。なのでもし群馬県と長野県に旅行とかでね行く機会がある方だったり、あと今住んでる方いらっしゃったらね、鶴屋行ってみてください。私がおすすめなのはレモンの輪切りレモンのなんか砂糖漬けっていうの。美味しいよね。そうドライフルーツシリーズのレモンが売ってるんですけど、めっちゃ美味しいのそれが。なのでぜひ買ってみてください。行く機会がある、ある方は。はい。
かよこはなんかこういう生活したいとか、どんな町に住みたいとか、そういうなんか理想はある？理想うは、ん。私さ、都会にも住んでたし、そうね。実家は、まあ、田舎だけど、さっき言ってた程よい便利な田舎じゃん。そうね。普通にショッピングとか遊んだりは困らないけど、めっちゃ都会ではないぐらいのうん。ところなわけじゃん。うん。めちゃくちゃ理想は二拠点生活が超理想。あ、何？ちょっと田舎の田舎方面に家もあって、そう。東京にも家があってみたいな。そう。東京とかはほんとそんな一人世帯用の狭い部屋でいいから持っといて、もう半分半分ぐらい。めっちゃいい生活じゃん。そう。それがめちゃくちゃ理想。結構さ、東京での生活も長かったかうら、んうん。都内に友達もいるじゃない。あ、そうですね。で、遊ぶってなった時に、やっぱりこう、出れない距離じゃないんですよ。今、住んでる場所がね。うん。実際今日も来てるし、そう。全然来れる距離なんだけど、そう。今どちらに？群馬です。そうなんです。さっき私、鶴屋の紹介の時に群群馬馬ととってやってたみたいで。そう。かよこは今ね、群馬に住んでいるんですよね。そう。だからちょっと東京から少し離れる。うんうん。そう。でも群馬って、場所にもよるんだけど、うん私が住んでる場所は割と、出やすい。そうね。アク立地セスしやすいよね。うん。だから結構生活自体は気に入ってるんだけど、やっぱその、自分のコミュニティでさ、うん。友達と会いたいとかなった時に、とかやっぱりこう、仕事もさ、幅広がるじゃん。都内の方がね、やっぱり確かに数は違う。そう、んつながりとかもできるうん。し、あとやっぱり刺激もあるし、うん新しい発見とか見つけるってなったら圧倒的都内だと思っていて。うん。そうね。で、いいとこ取りをしたい。静かなああ。生活と、刺激のある生活とっていうのを、行き来じゃなく、行き来なんだけど、両方拠点として行き来をする。拠点があってこう帰るじゃなくて、ポン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 っていう生活をしたいなってここ1年ぐらいずーっと思ってる。ああ。でもそれ、すごいしたい人多いと思う。うん理想、本当に理想の生活だよね、うんそれね。でも、かよこ自身は、どっちかって言ったら、どっちの生活の方が自分に合ってるなって思う？私はうん。都心の生活の方が合ってるなと思うん。見ててもう。そう思う。群馬じゃないなっていう。そう、都心の生活が自分の性格には合ってる。うん、そうね。結構さ、なんか、アウトドアっていうかさ、結構アクティブに動くじゃん、うん。かよこって。ふっかる。そうね。フッカルの説明はフットワークが軽い。そうなんですよ。フットワークが軽い。すぐになんかどっか行くとかね、こう結構あんまり家にいないタイプうん。かな、かよこはどっちかっていうと。何か予定を、休みの日は予定入れたら、もう本当にすぐ外出る。うん。友達と遊びに行くとかね。一人でもね、どっか出かけたりとかね、全したりする然、もんね。一人で映画行ったうんうんり、うん。一人でカラオケ行く。ああ、そうだよね。私も一人映画とか一人カフェとか一人カラオケは好きなんだけど、私はどっちかっていうと反対かもしんない。反対？私あんまり、なんだろう。休みの日は結構家にいたいなって思う時が多い。もちろん遊びに行きたいっていう時もあるから、そういう時は遊びに行くよ。外に出るけど、でも私よりかよこの方が絶対にフットワーク軽いと思う。フッカルだと思う。あんまり後先は考えてない。あー、なるほどね。もう、楽しそう。そう行こうみたいな。でも大事なんだと思う。そういう方が。いろんなこと経験なんかできるし、ね、そうだね。なんかなんだろう、そう楽しめるじゃんさ。でも私は結構休みたい、ゆっくり休みたいな今日はって、なんかそれはそれで楽しいから、家の中でなんだろうな、私もすごい
明るい性格だと思うし、結構元気っていうかさ、よく喋るタイプなんだけど、人混みとか人が多いところが苦手なんだよね、私って。そうね。だから大人数で遊ぶとかも苦手なの。うんもう本当に少人数で遊びたいタイプだから。なんか大人数で遊んでるイメージないわ。そうなの。だから多分そういう性格なんだろうね。明るいんだけど、多分ガヤガヤするのは多分ダメなんだろうな。だからそう田舎を結構なんか30代になったらその思いが結構もっと強くなった気がする。気持ちが落ち着いたのかな。群馬おすすめです。ありがとうございます。でもほんと群馬とか長野あたりいいよね。めっちゃいいと思う。程よく夜めっちゃ静かだよ。だよね。でもマジで夜の散歩はできない。ちょっと怖くて。暗い。都内の時って何にも考えず、終電で一駅前で降りて歩くとか全然できるじゃん。街灯もめっちゃあるし、そうね。結構の感覚でコンビニもあるし、怖いって思ったこと本当になくて、マジで怖い。田舎の夜は。暗いからね。そう、あと天気によっては霧とかが出る時とかもあって、サイレントヒルって呼んでる。サイレントヒル。やっぱ。今日サイレントヒルだよ。怖すぎるわ、それは。リアルサイレントヒルは怖いわ、ちょっと。ゲームの中だったらめっちゃ好きだけど。なるほどね。じゃあちょっと夜は、早めで。そうだね。夕方ぐらいに、ちょっと暗くなったぐらいで、散歩して帰った方がいいっていう感じだね。それくらいが一番気持ちいい。なるほど。そっか。でもいいですね、こういう理想の生活っていうのもね、絶対あるじゃん。私はね、あと、その住みたい場所は田舎っていう感じなんだけど、ワンちゃん飼いたい。最高。絶対ワンちゃん飼いたい、将来的に。わかる。私は、ワンちゃんと猫ちゃんを1匹ずつ飼いたくて、もう名前決めてんの。早くない？もう次飼うんだったらこれにしようって決めてて。名前を。そう。猫はみたらし。犬はずんだ。ずんだなんだ。もう決めてんの。今のだって実家の猫なんだっけ？あんこちゃん。そう。あんこでしょ？あんこで。で、前いた実家の猫白玉だから。一貫性。ネーミング。だから次はみたらし。そう。じゃあなんでワンちゃんはずんだなの？ワンちゃんは、その流れで。流れでね。ずんだ餅のね。ずんだ。枝豆だよね、あれね。そう。枝豆をこう細かく刻んでお砂糖とか甘くしたあんに餅とかをくるんだりするんですけど。あとお団子にも。そう、お団子に乗せたりとかね。なるほど。可愛くない？可愛い。だってワンちゃんずんちゃんって呼ぶんだ。ずんちゃんは可愛い、確かに。それでみたらしはみーちゃんって呼ぶ。みーちゃんね、結局短くなっちゃう。みたらしって確かに長いから。みーちゃんって。みーちゃんってね。そう2つはもう決めてる。なるほど。なんか私面白いのが、そのかよこの実家で飼ってる猫ちゃんがあんこだから、なんかあんこって聞くとなんか女の子っていうイメージが強いじゃん。そうだから私ずっとね、でかよこもあんちゃんって、うちのあんちゃんがって言うから、あんちゃん女の子なんだって、もう何年も女の子だと思ってたんですよ。そしたらついこの間、あんちゃん男だよって言われて。なんか女っぽいこと言ってきたんだよね。そう。女の子、なんかそんな会話でね、女の子でしょみたいな感じで私が言ったら、いや、あんちゃん男の子だからって言われて、もう数年後に知るっていう。みたいな。あんちゃん男だったのって。私もうスマホでメッセージやり取りしてたんですけど、スマホ見て声出ましたもん。あんちゃんオスって。そう。あんちゃん男の子なのにあんこなの。なるほどね。色で決めてるから。色で。白玉って名前だったから真っ白だったから白玉。白玉。なんかすごい愛情込めてつけたんだか単純愛を込めて。かわいい猫ちゃんたちに。なるほど。
私結構ね、何日間も悩んじゃうタイプで、見た目とかで判断でき、なんか決められないタイプで。直感型じゃない。直感型じゃない私は。真逆だ。うん。私は、私がね、去年お見送りした、ね、もう天国に行きましたけど、トイプードルのリームちゃんっていうね、ワンちゃんを実家で飼ってたんですけど、リームは私がつけたの。で、リームって結構珍しいじゃん。あんま聞かないね。そう。で、なんでそんな名前にしたのってよく聞かれるんだけど、リームは、なんか、まあ、もともとおばあちゃん家で飼ってたワンちゃんがメリーちゃんっていうワンちゃんだったの。だからメリーのリーを絶対に取りたいなって思ってたの。でもリーだけだとなんかちょっと物足りないなって思って、そこに、夢ってさ、ドリームじゃん。でさ、じゃあ夢をいつまでも忘れないようにしたいなっていうので、ドリームのドを取って、で、リーム。あ、そういう意味だったの？そうなの。込めすぎじゃない？込めすぎだよ。めっちゃ込めるね。意味。1週間悩んだ。やば。私もう即日だよ。あんこしかも、すごいのが、私のママが、私にサプライズでリーちゃんをお迎えしてたの。で、私はずっとハムスターが来るからねって言われてたの。ハムスターを飼うからハムスターの名前を考えてって言われて、私はハムスターが来るもんだと思ってるじゃん。ハムスターの名前で1週間悩んだの。やば。すごいでしょ？私本当に悩んじゃうタイプ。ありがたいね、ハムスターも。そんな悩んでもらえて。そうで、実際に家に届いたのはもうトイプードルだったっていう、そうサプライズだったんだけど、めっちゃ嬉しいねそれ。大泣きした。めっちゃ泣いた。だってもうずっとそれまでね、小さい頃から、もう小学生の時からママにワンちゃん飼いたい飼いたいって言ってたから、それが叶ったから、そうだからもう一回あの時の感動を味わいたいし、ワンちゃんと共にする生活をもう一回やっぱ経験したいから、結構私の理想の生活はこの2点かな。田舎に未来ね、田舎に住みたいと、ワンちゃんと一緒に生活したい。何犬がいいとかあんの？ゴールデンレトリバーとか大型犬も好きなんだけど、やっぱり大変だと思うのね、散歩とか。大変だね。そうだからやっぱり小型犬かなと思ってて、でも私やっぱり個人的にはトイプードルがすごく好きで、ね、トイプードルがいいなって思うんだけど、でも他の柴とかも、柴犬も可愛いよね。ほんと可愛い柴犬も。なんか絶対人生1回目だよねみたいな柴犬が好き。ちょっとおバカな感じ。絶対1回目だよね生きるのみたいな感じの柴犬がめっちゃ好き。そうね、そうだからこれっていうあれはないんだけど、でもトイプーもまたいいなって。可愛いよね。可愛い。そう絶対に将来的には、旦那さんも好きだから、ワンちゃんは多分お迎えするかな、どこかのタイミングで。そんな生活したいなって思いますね。いいね、夢は広がりますね。そうわあ、すごい。やっぱ理想の生活っていうテーマにしてよかったね。めっちゃ喋れる。出てくる。止まんない止まんない。止まんないよ。ね。こんな感じでね。そう今日は2人のね、理想の生活についてお話ししましたけど、大丈夫ですか？言い残したこととかありませんか？気づいた？耐えたよ。あ、すごい。本当だ。耐えました。マジで3回ぐらい普通に喋りながらあってなってた。撮りてーってなってた。サングラスはって外したいってなってた。いやなんかもう次出る時はもう撮ってるかも。撮ってるかも。いっかっつって誰も見てないっしょみたいな。じゃあね、もし第2弾のポッドキャスト、タメ口ポッドキャスト with かよちゃんがあったら、ぜひ期待してください。素顔が見られるかもしれません。何の前触れもなくね。もうあれ隠さないんだ最初からみたいなね。諦めたんだ。はい。こんな感じでね、今日は初めてのタメ口ポッドキャスト with かよちゃん
やってみたんですけど、いかがでしたか？楽しんで聞いていただけましたかね？本当に今日はもうすごい、カメラ回ってるけどリラックスしたいつものうちらっていう感じで話せたよね。うん。うん。なんか目線だけはちょっと困った。目線で。確かに、慣れないからね。そうそうそう、カメラの前で喋るタイプじゃないじゃん。うんうんうん。で姉さも、んだけはずっとこっち。でも結構ね、本当にいつもの私たちもこんな感じで会話してるので、本当にリアルな日本人の日常会話かなって思います。はい。なので、皆さんもね、今日の私たちの理想の生活について聞いて、皆さんもね、多分理想の生活、こんな生活してみたいなっていうのがあると思うんですよ。なので、もしあったらね、ぜひそういう生活、理想の生活についてもね、コメントで教えてください。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。